北朝鮮の歴史上、最も輝かしいスーターだった女優が、ある日突然、跡形もなく消えてしまいました。1970年、平壌で最高のスターだったソン・エリムは、ある日スクリーンから、舞台から、そしてこの世から完全に姿を消したのです。彼女を待っていたのは、黄金の檻、コゴテイ。そこで彼女は自分の名前さえも奪われ、暗号名、アマとしてのみ呼ばれる存在となりました。こんにちは。北朝鮮を読む始まります。編集局長、ゲンです。金正日の秘密の恋人となった対象として、彼女が払った犠牲とは一体何だったのでしょうか。その悲劇はどのようにして息子金正男の死へとつながっていたのか。今日は絶対的な権力が一人の女性の尊厳をいかに破壊していったか、その衝撃的な真実をお伝えします。皮肉なことに彼女は南韓出身でした。1937年、南韓の裕福な知識人の家庭に生まれたソン・ヘリム。ところが父親が平等な社会を夢見て1948年に越北を決意したことで11歳の少女の運命は一変します。1960年代の北朝鮮でソン・エリムはただの女優ではありませんでした。大きく西洋的な瞳、高い鼻筋、すっきりとした顔立ち、当時の北朝鮮では珍しい洗練された美貌に深みのある演技力まで兼ね備えた彼女はまさにスクリーンの女王だったのです。代表作、ある自衛団員の運命、地主の娘から革命闘士へと生まれ変わる部人役を熱演し、功労俳優の称号を受けました。彼女が身につけた服、髪型はソン・エリムスタイルと呼ばれ、平壌の女性たちの間で爆発的な流行となりました。結婚して娘までいた彼女の人生は完璧に見えました。しかし、彼女を見つめる最も危険なファンがいたのです。それが金正日でした。1960年代後半、キミルソンの後継者として台頭していた金正日は映画に異常なまでの執着を見せていました。党中央委員会文化芸術部長として全ての映画制作を直接管理していた彼はソン・エリムの映画を何十回も繰り返し見ては彼女に完全に魅了されていきました。問題はソン・エリムが自分より5歳年上で夫と娘がいる既婚女性だったことですが、絶対権力へと向かっていた金正日にとってそんな障害は問題になりませんでした。むしろ禁じられたものだからこそより強烈な独占欲を感じたのです。金正日は先輩俳優を通じて彼女を密かに呼び出しました。ソン・エリム同士に会いたい。映画について話したいことがある。拒否できない命令でした。最初は映画について知的な会話から始まりましたが、やがて金正日は露骨に感情を表し始めます。ソン・エリムが丁重に断ろうとすると、彼は彼女の夫をハムギョンドの研究所へ左遷させてしまいました。事実上の流刑だったのです。家庭？そんなもの関係ねえ。夫の問題は私が全て処理する。金正日の宣言は単なる言葉ではありませんでした。夫が去ると彼は彼女を自分の別荘に閉じ込めました。絶対権力の指示のもと、彼女の家庭は強制的に解体され、名前の代わりに徹底的に管理された暗号名で呼ばれる非人格的な扱いを受けなければならなかったのです。もっと残酷だったのはその次でした。金正日は幼い娘リオクを彼女から引き離したのです。過去はきれいに整理しなければならないという理由で、娘は階層父母に
預けられ、ソンヘリムは自由に娘に会えなくなりました。一瞬にして妻として母としての人生をすべて奪われたソンヘリム。北朝鮮の映画界ではトップスターが突然消えたと様々な噂が流れましたが、誰も真実を知ることはできませんでした。彼女の名前は映画リストや新聞から徐々に消されていったのです。ソンヘリムの新しい住まいは平壌の中心街창광通りの高級邸宅でした。西ドイツ製の家具、日本製の家電、フランス産の化粧品、北朝鮮では想像もできない最高級品で溢れていました。専属の料理人、運転手、管理人たちが常に待機していました。しかしここは古豪邸と呼ばれる鉄格子のない牢獄でした。古豪邸は金正日の私生活管理のための暗号名で、ソンヘリムは名前の代わりに古豪邸の女房という暗号でのみ呼ばれました。彼女は自由に外出することができず、唯一の話し相手は彼女を監視する管理人たちだけでした。金正日が仕事を終えると訪れて、一緒に外国映画を見たり、芸術を討論したりしましたが、世界から遮断された生活は彼女の精神を蝕み始めました。毎晩悪夢に苦しめられ、得体の知らない不安感でヒステリー発作を起こすソンヘリム。姉のソンヘランは妹が狂ってしまうのではないかと心配になり、金正日に手紙を送りました。すると金正日はソンヘランの家族全員を古豪邸に移住させたのです。妹の秘密を守る人質であり、共犯者となったソンヘラン家族。古豪邸は奇妙な共同体となり、その中で新しい命が育っていました。1970年秋、ソンヘリムは妊娠の事実を知りました。金正日は喜びましたが、大きな問題がありました。金日成が息子の私生活を見学に管理していたからです。年上の既婚者出身の女優との出産は絶対に許されないスキャンダルでした。1971年5月11日、ソンヘリムは平壌南山診療所の秘密病棟で男の子を産みました。金正日は息子に정남という名前を付けました。しかしこの喜びは全て徹底的に秘密のベールの向こうで行われました。赤ちゃんの泣き声が外に漏れないよう、全ての窓は固く閉ざされていました。金正男は生まれた瞬間から存在しない子供にならなければなりませんでした。さらに残酷だったのは育児方法でした。ほとんどの育児はおばのソンヘランが担当し、実の母であるソンヘリムは息子の前でも完全な母親になることができませんでした。息子を정남同士と呼ぶよう教育され、常に慎重に行動しなければなりませんでした。ソンヘランは後に回顧録で、妹が息子を見ても思いっきり笑うことができず、常に何かに追われる人のように不安そうに見えたと記録しています。長い監禁生活と極度のストレスでソンヘリムの健康は急激に悪化しました。心臓機能障害、深刻な神経衰弱、最古の医療チームも無駄でした。病の根源が環境そのものだったからです。その時期、金正日の心も変わっていきました。いつも病気で不安そうなソンヘリムは彼にとってだんだん負担な存在になっていきました。そして彼の目に万世代芸術団の若く美しいダンサーコヨンヒが映ったのです。コヨンヒは若く健康で未婚だったため、キム・イルソンにも堂々と紹介できました。1975年、金正日はコヨンヒとの間に金正철을を授かり、その後金正恩と金与正まで生まれ、コヨンヒは事実上のファーストレディとなりました。コヨンヒは自分の息子たちを白頭血統の着手として押し出し、金正男を
私生児として貶めました。この知らせを聞いたソン・ヘリムの絶望は言葉では表現できないものでした。金正日はそんな彼女を平壌から遠ざける方法を探しました。1974年秋、ソン・ヘリムは療養を名目にモスクワへ送られました。治療という名目で行われた洗練された流刑だったのです。モスクワでの生活は平壌の5号艇よりもひどい牢獄でした。北朝鮮大使館所属の監視員たちが24時間彼女を監視し、彼女はアマという暗号名で呼ばれました。金正男は父の呼び出しを受け、間もなく平壌に戻らなければなりませんでした。息子と再び離れたソン・ヘリムの病状はさらに悪化しました。彼女は自分が完全に捨てられたことを悟りました。1996年2月、長年ソン・ヘリムと共にいた姉ソン・ヘランが衝撃的な決断を下しました。息子リー・ラムが韓国で北朝鮮の工作員と推定される者たちに殺害されたという知らせを受けた彼女は、娘リナモクと共にスイスから脱出し、西側へ亡命したのです。金正日帰京への脱出は平壌に巨大な衝撃を与えました。金正日の怒りはモスクワに一人残されたソン・ヘリムに向けられました。彼女は今や反逆者の妹という新しい烙印を背負うことになったのです。姉の脱出の知らせにソン・ヘリムの世界は完全に崩れ落ちました。金正日は彼女とのすべての連絡を断ち、監視はさらに厳重になりました。世界から遮断された生活は彼女に極度の心理的危機をもたらしました。彼女は過去と現在を区別できなくなり、毎晩聞こえてくる過去の幻聴と戦いながら徐々に崩れていたのです。姉の脱出後の最後の6年間は記録さえほとんど残っていない完璧な空白の時間でした。2002年5月18日、ソン・ヘリムはモスクワ中央臨床病院で静かに息を引き取りました。彼女を死に導いた病は象形と絶望という名の心の病だったのです。訃報を遅れて聞いた金正男は急いでモスクワへ飛びましたが、母はすでに冷たい遺体となっていました。金正男は母の顔にすがって号泣しました。生きている間、ただの一度も温かくお母さんと呼ぶことができなかった息子の遅すぎた投獄でした。葬儀は秘密裏に、そして奇妙に進められました。金正男と少数の大使館関係者だけが参列する中、彼女の遺体は火葬されました。遺骨はモスクワのトロエクロフスコエ共同墓地の片隅に埋葬されました。墓碑には、ただ、ソン・ヘリム、1937年1月24日、2002年5月18日という文字だけが刻まれていました。ソン・ヘリムの空中は息子金正男の運命とつながっていきました。金正日の長男でしたが、고영이の息子たちが白頭血統の着手として台頭すると、彼はマカオと北京を漂う国際孤児となりました。2001年、彼は偽装パスポートで日本に密入国しようとして逮捕される東京ディズニーランド事件で父に大きな恥をかかせました。以降、金正日の心は完全に고영이の息子たちに向いていきました。2011年、金正日死亡後、金正恩が最高権力者となると、金正男の運命はさらに危うくなりました。長男だった彼の地位は潜在的な権力の象徴であり、彼が海外メディアを通じて三大世襲を批判する発言をしたことは、金正恩にとって許せない侮辱でした。2017年2月13日、マレーシアのクアルルンプール国際空港、マカオ行きの飛行機を待っていた金正男に2人の女性が近づきました。彼女たちが使用したのは全世界を震撼させた致命的な毒性物質でした。結局彼はマカオ行きの飛行機に乗ることなく悲劇的な最高を迎えたのです。背後には異母弟金正恩がいました。
母ソンエリムは権力によって社会的に殺害され、歴史から消され、息子金正男はその権力を守ろうとする弟によって物理的に殺害されました。ソンエリムと金正男の悲劇は単なる過去の物語ではありません。モスクワ共同墓地の片隅、名もない墓碑の下に眠る一人の女性の物語。自由と人権がどれほど貴重なものなのか、それを守るために絶えず警戒しなければならないということを心に刻むべきです。今日のお話はここまでです。このチャンネルでは北朝鮮の知られざる真実を深く掘り下げてお伝えしています。もしこの動画が少しでも興味深いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。あなたの応援がさらなる真実を伝える力になります。ご視聴ありがとうございました。